はじめまして、神さんの感情の解放です。心地のいい感情は、個性と可能性を引き出してくれます。今日は、自分を見失ってしまう感情と思考についてお話ししていきます。いつも忙しくて、心に余裕がない。今、現実が辛くて苦しい。なぜ地球に生まれてきたのかわからない。今回は、日本人の特性を利用した感情の解放の方法もお伝えします。ぜひ最後まで聞いてください。今、地球人はネガティブな感情をコントロールすることを当たり前にして毎日を生活しています。この動画を見ることで目には見えないエネルギーの感情、毎日の思考から出てくる常にもういらないと感じている感情を一つでも多く解放して身軽な波動にする方法を紹介します。感情の解放を浄化として受け入れていくことができます。心が平和で豊かな毎日に近づいていきます。毎日感じているすべての感情はあなたが選んでいます。実はすべての感情はあなたの自作自演で体験しています。地球人は感情を取捨選択することで人生を変えていくことができます。もう使いたくない、いらない感情を感じたときには、今まで考えてきた記憶、考えてきた思考です。この感情を自らが手放していくことで、思考も変化していきます。感情の解放は感じる思考に近づけてくれます。地球人の個性の気づきや新しい可能性を見つけることができます。感情を解放することは、個性という強みに気づき、自分を信じていくことにつながります。ポジティブとネガティブのバランスを取ることで、心が軽やかになり、身軽な行動が取れることになります。内面の自分と会話ができるようになると、今までのネガティブな考え方や固定概念は全く必要がないことに気づくことができます。潜在意識や量子力学を独自で学び始めて、科学では解明できていないスピリチュアルなことや物質である現実では目には見えることだけではない現実もあること、常に感情や思考の波動で現実を作っていることを知って、日常に試し続けている毎日で自分を信じてこの動画を配信しています。では、自分を見失ってしまうことについて話していきます。この感情は心に余裕がなくなって起きるネガティブな感情です。この感情はなぜ起きるのか、その感情はどのように解放していくのかをお話ししていきます。今日の自分自身を見失ってしまうこの感情は不足感や焦燥感から来るのではないでしょうか。最終的にはなぜ地球に生まれてきたんだっていう感情ですね。いろんな階層に分かれて存在している意識の一つだと思っています。自分自身だけではなく、利害と人間関係に惑わされてしまう自身も同時に存在している。この肉体を持って今の意識を持って生きている意味という証にも取れます。ただし、肉体意識と魂意識が分離した状態でいてはよくありません。個人的視点はすごい狭いんです。狭くて低い波動の中に閉じ込められている状態。感情と状態が起きたときに閉じ込められてしまう。そこで不足や焦燥感を感じている状態。しかし、メリットというのもあって、これが今起こっているときにはすごいリアルに感じることができるんです。だから本気で怒る、本気で焦る感じです。低い波動は進歩する状況にはないので、必要なのがこの平面的な意識を引っ張り上げること。立体に持ってくる視点。この立体的な意識が来ると、平面で起こっているあたふたした状態から高い視点で見ることができます。ここで全体の状況とか時間の流れ、現在
過去や未来の状況とか同時に見れる視点っていうのが存在しているわけです。これが魂の視点です。この感情はいろんな環境によってそれぞれ考え方は違いますが、この感情は今の自分への意識が弱くなっている人、現実だけを見ている人が多いかもしれません。実はこの感情から来る思考は自由にすることで心穏やかにできる時間を持つ行動で十分に変えられる感情です。今日の感情の解放の自分を見失ってしまう思考はネガティブな不安から来る感情です。人間は何度も転生し、人生を繰り返していく中で魂や精神性、人間性を磨くという考え方もあります。人間を繰り返し魂を磨いた後、最後は二度と生まれ変わることのない境地に到達することを目指して、魂や精神の修行の総仕上げとして日本人として生まれるとも言われています。なぜ日本人なのか。それは世界でも最も精神性や人間性が高いのが日本人だとされているからです。日本人として生きることで魂や精神を極限までに磨くことができるということです。今まで歩いてきた道のりの中の経験にはネガティブな辛く苦しい道のりは実は悟り、つまり紐解く鍵。他者の経験をいくら聞いても自身が経験したことしかわからないですよね。だから悟りは常に結果で歩いてきた人生の中に失敗して見直したこと、常に自分の足跡を振り返って改善点が全部自分の悟りだと思うことだと思います。ネガティブと言われている感情が出てくるときには、今までの生きてきて自分が危険を察知して自分を守るために考えてきた記憶のようなものです。今までの考えてきた記憶の脳の引き出しを開けて、どんどん思い出させていきます。ネガティブな感情の時には、心も視野も狭くしていきます。今、成長と学びを経験しに、ネガティブな感情を体感しています。ネガティブな感情は悪いとかいいとかではありません。感情を作り出して体感しているだけなんです。思い込みや概念が安心できる状況を作り、自分を守るためのその感情を選んでいるんです。今の感情はあなたの 100% です。ネガティブな感情はあなたに対して何かを伝えて教えてくれています。思い込みや概念やエゴの意識を向かい合いを促しています。ネガティブな言葉から自身が選んで今の感情を作ります。溜め込んできたトラウマや感情のエネルギーを体の中に溜め込むことは体には良くないんです。いろんな病気になります。過度なネガティブの感情はあなたの中から外していくことが行動の星である地球で過ごすには賢明なあなたしかできない改善な方法です。ネガティブな感情は思考や感情に新たな思い込みを作ります。その逆もしかりで、ポジティブな言葉で感情を作ることもできるということです。自分に向けて体感したい状況を作って感情を体験しているんです。体の外に解消していくことは健康にとってもいいわけです。もしかしたらこの感情が地球に来た目的の一つで、この感情を克服したその先に本当のテーマや使命があるかもしれません。自分を守るために出てきた感情、不安や心配です。さらにここに恐れが追加されていきます。人間の意識っていうものはどんどん進化と変容していることを私たちは確信しています。まるで他人事のように自分に起こっていることを眺められるようになってくると、自身の体験において自分の価値観を認めることができます。これは全体的な流れで、この
5次元の意識に上がっていくためには、ここに来て、ネガティブな思考や感情を見直す機会が来ているわけです。覚醒が起きているということです。自分とは一体何なのか、そしてどこに向かっているのか、今この経験をしている自分に対してすごくハッピーでシンプルでクリアな底抜けたような状況を毎日の中に体現していくことができます。なぜ日本人として生まれてきたのか、それは生きることの本質を世界中の人に伝えられる国民だからです。日本語の一音一音の中には意味があります。この日本語の音というのは自然の発生的な言語です。そこに含まれている意味合いとニュアンスというのは、実は世界共通のいろんな言語の基盤になっている意味と一緒になるわけです。つまりは日本語の音で紐解けば海外の言語でも紐解けるということなんです。すごいですね。日本語のありがとうの波動の高い言葉を経験するために日本に生まれている魂や日本語のインスピレーション的な美しい言葉を経験するために日本人を選んだ魂もいると言われています。今、日本語を話している、日本に来ている、日本人として生まれてきた人間は日本人として選ばれた魂です。生きることの本質に誘導してくれるのが日本人の役割だと感じています。日本人の魂の特性は柔軟な精神性と霊長的な音を聞き分けること。本当の日本人の素晴らしさに気づいたときには、それを理解できたとき、世界は最短ルートで精神性の豊かさの未来に迎えることができると言われています。物にあふれる物質的な豊かさを求めることで、自然も木も伐採して、足りているのに自然を破壊したことで、人間の肉体と心のバランスが取れなくなっていく。物にあふれた世の中になってから気づけたことは、心の豊かさが大切ということです。豊かな心にあふれた未来を築くのに必要なのは日本人の精神性です。日本語を知っている日本人に生まれたことで、今も役目を果たしています。本来の幸せとは何か。裸足で大地の上に立って、両手を広げて大きく深呼吸をして、五感を研ぎ澄まし、自然からのメッセージを受け入れる。自然とつながれるのが日本人なんです。心に余裕を与えると自然とつながれる。本質に戻ることがすぐできるんです。虫の音がメロディーとして聞こえるだけで自然とつながっていた自然の音を模倣して出す人間はいかに共存して生きていたのか。日本人が心に余裕を持って大地を踏み、空を見上げて自然からのメッセージを受け取る精神性の豊かさを取り戻していきましょう。ここから感情の解放をしていきます。もういらない感情が出てきたときには、まずは今の感情が出てきたことをしっかり認めます。出てきたもういらない感情のことは、あまり重く深く考えずに、軽い感じで、理由はなくていいんです。理由なんて考えていたら、感情を解放するどころか、ネガティブな感情を作ります。出てきたそんな感情が自分の中にあったんだなぁと、さらっとドライな感じでいいんです。手放して捨てる、解放するイメージです。実際にいらない感情を紙に書いてビリビリにして必ず捨てます。燃やした方がいいです。地球上の波動は常に二元性を持っています。ネガティブな波動にはポジティブな波動が同時に発生する、同時に起きる、起こす波動です。ネガティブな波動は他者との波動を変えて起こしています。自分が選択したネガティブな感情を今体感しているということは、選択したネガティブな感情をすぐにポジティブな感情に置き換えられるんです。二元性を持つ反対の波動はあなたが持っているから起きているんです。あなたは
幸せになるために地球に生きています。幸せを感じる感情を選択してください。その時点でポジティブな感情を体感することで、ハッピーな自分もいることになります。いつも感情の断捨離のイメージができるようにしておきます。今日の解放のワークは、体の中にある硬くて黒い感情を解放するイメージです。この感情をしっかり認めて捨てるイメージで手放していきます。いらない感情をロケット花火にイメージします。夜空に発射して星空の中で粉々に消えていくイメージです。その後、大きく深呼吸をします。長く細く息を吐き、大きく空気を吸う深呼吸です。この深呼吸は波動を変えます。そのいらない感情には必ずありがとうのお礼を言います。大きく深呼吸を繰り返しながら、今までお世話になったけどもう必要ないから本当に今までありがとうと感謝します。深呼吸をするときには、吐くときに体の中で風船を膨らましていくイメージです。深呼吸の後には必ずお水を飲んでほしいです。お水は体の中の細胞にあなたの思いを伝達してくれる高い波動の存在です。そうすると体が少しずつ軽くなるのを感じるはずです。脳の使い方が変われば思考が変わり、初めて習慣も細胞の働きもどんどん変わります。体はいつもあなたの味方なんです。いらない感情が出てきたときには、この順番で感情の解放を続けていきます。いろんな状況でいろんな感情が出てくるのは、その感情を使って生きてきたからです。同じような状況、シチュエーションによっては違う形でまた出てきたって思うことがあります。生まれてから今までその感情をたくさん感じて多く体験してきたからです。感情が出てきた時には、こんな感情が出てきたと感じるだけでいいんです。理由なんてどうでもよくて、ああ、こんな感情が自分の中にあったんだなーってさらっと俯瞰するだけでいいんです。ネガティブな感情も地球で体感したかった感情です。もういらないのであればお返ししていくイメージです。体が軽やかに気が楽になっていけます。不要なネガティブな感情を手放す前に感謝をするのは、まずは体に愛を届けることが大事だからです。体も感情も思考も言葉もすべて波動です。ネガティブな感情は体に負担をかけています。ネガティブな言葉は口から毒を出して周りの環境を悪くしてしまいます。体に今までの感謝をしながら愛を届けていきます。いらない感情の波動を手放すことは、あなたがあなたを守ることになり、体はいつもあなたの味方で、地球人生の本当のパートナーです。どんな時でもあなたから出てくる感情に気づき、意識することが大切です。感情の解放をし続けていくことで思考が変化して、脳が考えてきた思考から感じる思考に変わっていることに気がつきます。体は数十兆個の細胞でできていて、常に細胞は生まれ変わり続けています。体の中で常に循環をしています。だから体はあなたの感情、思考の変化も十分に分かっています。思考が変わると細胞も新しくなっていき、循環していきます。体はあなたの本当のパートナーです。ここでまとめです。自分を見失ってしまう感情と日本人に生まれた理由のお話をしてきました。トラブルが続くときや落ち込んだときに旅に出て自分を見つめ直すという人がいます。海外は考え方や価値観の幅が広がることがあります。そのように環境を変えて心の中をクリアにすることは、旅をしたことが理由ではなく、さまざまなものを見て今までの人生を見つめ直す。しかし
自身の行いを見直さなければ悩みや迷いを消し去ることは難しいです。壁に直面した時に気づいて直さない限り、何度も似たようなことが起こります。それが本人にとってのその先にある魂の目的だからです。今自身に起きている出来事の真実の意味を知る。気づくことで迷いを心の中から消すことができます。一番の目的は今の自分から変わりたいと思うことです。今まで歩いた人生の道のりをたどるように人生を一つ一つ振り返ってみると気づきがたくさんあります。真実はあなたの中にあります。忘れていたことを思い出したり、その当時は理解できなかったことも振り返って気づいた時には改善点を直そうと思ったり、本来やるべきことが見つかったりするものです。高い次元からの違う視点を手に入れることで他人を理解することもできるんです。なぜこの日本、なぜこの町に生まれたんだろうって考えたことありますか？一番の理由は前世の行いからこの場所で学ぶべきことがあるからだとされています。生きているといろんな疑問や難問にぶつかることがあります。その度に自身と向き合い多くのことに気づくこともあります。仕事や人間関係にも気づきがあるはずです。そして人生において最終的な個々のテーマを達成して幸せになることです。精神論とは命、自然、人が大切です。それが悟りにつながっています。極限的には人はみんな幸せになるために生まれたということです。自然を美しいと思い、生き物に慈愛の心を持って周りの人の大切さに気づいて優しくする。常に感謝の気持ちでいつも笑顔でいることです。善悪に気づき、人を思い行動する。自分の身の回りにあるものに愛を持って人生について深く洞察することができれば、海外に行く必要もなく、苦しい修行もする必要もなく、自身が成長できます。ネガティブなことがあった時も、その中に気づきがあると思ってください。つまり、生きていることが幸せで、命は大切だということです。自分が経験したことしかわからないから、人生の悟りは歩いてきた道のりにあります。人に優しいことを言える人は、もう自分が経験したことがあるからです。常に感情の波動に意識をします。あなたが存在しているだけで個性があることなのです。あなたの望む未来は今ここにあること。ここに生きていることに心から喜んで感謝することで、今まで考えてきた記憶、考える思考はすぐに感じる思考に変化していきます。一人時間を1日5分から10分だけ作ることをお勧めします。携帯電話もテレビもない空間です。毎日の瞑想や自問自答を心がけて、自己対話を習慣にすることが大切です。私が今まで体験してきた感情の解放のワークを随時配信していきたいと思います。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価とても励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。